はいどうも、ご安全に制汗溶接職人かじチャンネルのかじです。今回はなぜそんな形に歪んでいるのかを知ろうと題しまして、よくある板の付き合わせ溶接と T 型に住みにく溶接した場合の歪みの形がなぜその形になっているのかというところにスポットを当ててみます。どちらもよく見る形だと思いますが、なぜそんな形になっているのか知ってますか？ここを知ればいろいろと応用が効くと思いますので、皆さんに分かりやすく解説します。最後まで視聴してみてくださいね。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問、感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速いってみよう。歪みを理解しようのミクロな現象を理解しよう1と2で、金属に局部的に熱がかかった時に金属の内部ではどんな現象が起きていて、なぜ縮むのかを解説しました。今回はその縮みが実際にはどんな形で歪みとして現れるのか、そのあたりを解説しようと思います。実際に溶接するときに溶接をするとどんな風に歪みが発生するのかをある程度予測できなければ歪みを予防することもできません。逆にある程度の予想ができれば、歪みまくるところ、歪みの出にくいところ、拘束の仕方や逆歪みの取り方、時には自由に歪ませた後で歪みを直す箇所なども想定できます。そしてある程度の予想ができることの最大のメリットは、歪んだ時の修正の仕方を想像してシミュレーションすることで、溶接時に歪みを過度に心配する不安が薄まって迷いがなくなり、作業がスムーズにはかどることではないかと思います。しかし私たちが製作する品物の形は千差万別です。材質も違えば板厚も違います。溶接方法も様々です。どんな歪みが発生するのかを予測するにはかなりの経験が必要になってくるのは当たり前ですよね。歪みなんてわかんねえよって方も、実際に現場で予想して制作して答え合わせを繰り返すことでだんだん身につくものだと思います。今回の動画ではよくある基本的な形を溶接した時にどんな現象が原因でどのように歪みが出るのか、注意点などを解説しようと思います。板を付き合わせ溶接した時はどのように歪むと思いますか？図のように2枚の板を付き合わせ溶接したとします。皆さんがイメージする歪み方はどんな形ですか？よくあるパターンなので想像ができますよね。そうです。くの字に曲がります。これは表面と裏面の温度の差が原因でくの字に歪みます。ただ熱による縮みは3次元で発生しているので、長手方向にも発生しています。付き合わせ溶接の歪みの形はこの2つの歪みが合わさっています。では溶接線方向の縮みが加わるとどんな歪みになるのでしょうか？先に結果を見るとこのような形になります。この部分はくの字に曲がっていますが、この方向を見るとこのように反っています。複雑な形ですが、馬の蔵のような形ですね。長手方向の歪みはどのような現象が原因なのでしょう？ここでは長手方向の縮みに特化して解説します。付き合わせで溶接した板を上から見ています。溶接して熱がかかった部分 A と熱のかかっていない母材の部分 B に分けて考えてみます。溶接して縮んだ A は母材よりも短くなっているのでこんな感じになっているはずです。しかし実際は A と B はつながっているので、板の内部に発生している力はこのようになります。A は B を縮む方向に、B は A を伸ばす方向に力がかかっているのです。今度は溶接したビードの真ん中で2つに分けてみます。
2枚の板の溶接された辺は縮んでいるので、このような扇形のような形になっています。溶接した後の板は、この扇形の2枚が無理やりひっついている状態だと言えます。すると、両端は潰れてくれないと真ん中の方はひっつきませんよね。なので、両端に圧縮する力が働きます。イメージしやすいように2枚の紙をひっつけて、両側から押すとどうなるでしょう。このように曲がります。この現象が溶接した板の両端で起こることになり、反り上がる形になります。これが溶接線方向の歪みになるのです。くの字に曲がる歪みと反り上がる歪みが重なると、馬の倉と呼ばれる3次元的な歪みに変わるというわけです。よくあるのが、筒の長手を溶接した時の歪みです。筒の長手を溶接した時はどんな歪みになりますか？想像できますか？基本的には板を突き合わせで溶接した場合と同じです。筒の長手を溶接した場合、両端が跳ねるイメージがないですか？突き合わせの溶接の原理で跳ね上がっています。くの字の方向の歪みは筒なので下向きに曲がっています。長手方向はその逆に上方向に反り上がる形になります。筒などで反り上がると尖って反り上がってしまったりするので、フランジなどがある場合はあらかじめはめておいてから溶接するなどの対策をしておけばいいと思います。ちなみに長手を溶接する前にフランジをがっちり固めてしまうと、長手の溶接の縮みがフランジに影響するので、私は長手の溶接が終わってから仮付けするようにしています。板を T 型に両側を隅肉溶接した場合を考えます。どのように歪むと思いますか？このパターンはよくあるので皆さん想像がつくと思います。そうです。横から見るとこのように歪みます。この部分の縮みが影響していると考えられます。この歪みの直し方は皆さん想像がつきますよね。プレスで押したりガスで裏を焼いたりして直すと思います。この歪みは溶接をしたことのあるほとんどの方に経験があるのではないでしょうか。では T 型の隅肉溶接が図のように長い場合はどうでしょう。先ほどと同じように下の板がくの字に曲がるのは同じですが、長手方向にも歪みます。この部分の長さが溶接の熱によって縮み短くなってしまって、この部分の長さと差ができてしまったために縦の板が扇形になったと考えられます。長さが短い場合も同じように扇形に歪んでいるはずなのですが、目立たないので無視できるのです。このような歪みを直すためにはどうすればいいでしょう。いろいろな方法がありますが、今回は溶接した後に歪みを直す場合の注意点を私なりの考え方で解説しようと思います。この品物の歪みには2つの歪みが組み合わさっています。1つ目はくの字に曲がる歪みです。2つ目は長手に大きく曲がる歪みです。この2つは別物と考えます。1つ目のくの字に曲がる歪みは比較的直しやすいですよね。裏を焼いて戻しても良いし、プレスなどで押してもいいと思います。ハンマーなどで叩いて直す人もいるかもしれません。2つ目の長手に大きく曲がる歪みを直すときは、ここの長さとここの長さを最終的にほぼ同じにすることができれば歪みは治るという理屈なので、上の部分を焼いて縮めて直したり、プレスで押したり叩いたりして直すと思います。この2つの歪みを焼いて縮めて直す場合は、直す順番に注意しなければなりません。
先に長手の歪みを焼いたりプレスで伸ばしたりして直してからくの字の歪みを直すとします。プレスで直す場合はあまり問題にはなりませんが、裏を焼いて縮めて直す場合は問題です。裏を焼いて縮めて直すわけですから、また長手の曲がりが出てしまうというわけです。なので直す順番としては、くの字の歪みを直してから長手の曲がりを直す方が間違いないと思います。焼いて縮めて歪みを直す場合は、特にこの歪みを直す順番の見極めがとても重要になります。はい、どうでしたか？なぜそんな形に歪んでしまっているのか、なんとなくでも理解してもらえたでしょうか？歪みというものは経験や勘で直すこともできると思うんですが、なぜそんな形になっているのかが分かれば、よりスムーズにスマートに直すことも、事前に対策を練ることもできるのではないでしょうか。はい、質問感想ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。